皆さん、こんにちは。東京大学教養学部で、ALESS、ALESA、フローと呼ばれるプログラムの運営委員長を務めています、小林宜子と申します。今日は、ALESS、ALESA、フローの位置づけや、授業の特色、担当教員の紹介、これらのプログラムに付随する ALESS ラボや駒場ライターズスタジオ KWS をご案内し、最後にALESS、ALESA の学生の方々のプレゼンテーションをお見せしたいと思います。今日の世界では、学術の場において、英語という言語が優位な地位を占めるようになりました。このことは、英語を母語とする人々にとっては有利となる一方で、英語を母語としない人々にとっては新たな負担となっています。なぜなら、専門分野の知識、研究方法、議論の組み立て方、新たな知見のみならず、英語という外国語をマスターしなければ、自らの研究成果を大勢の人々と分かち合うことが難しい状況となっているからです。こうした状況を踏まえ、研究者として国際的に活躍するために必要な学術的な英語の習得をできるように、東京大学教養学部前期課程では、ALESS、ALESA、フローという3種類の必修科目が開講されています。これらの授業では、和文英訳を中心とした英作文の代わりに、アカデミックライティングというものを学びます。その主な目的は、学術論文を作成する上での基礎、すなわち分析的思考、論理的な文章構成、説得力のある表現や叙述法を学ぶことにあります。ALESS、ALESA は1年生全員が1学期間履修する必修科目で、独自に開発されたカリキュラムに基づき、少人数のクラスでこれらの技法を学びます。ALESS は理系の学生を対象とする授業で、学生自らが考案し、実施する実験を題材に、IMRAD、Introduction、Methods、Results and Discussion という形式に沿って自然科学の論文を執筆します。また、国際会議に参加する際に求められる口頭発表や質疑応答のスキルも身につけます。こうした研究計画の立案、実験の実施、結果の分析や解釈といったそれぞれの段階で学生へのサポートを提供しているのがALESSラボと呼ばれる施設です。ALESAは文系の学生を対象とする授業で、人文社会科学に関するテーマについて論理的な文章を執筆し、高度なプレゼンテーションやディスカッションを行う方法を学びます。駒場ライターズスタジオと呼ばれる施設では、ALESS、ALESA における論文執筆をサポートするために、バイリンガルやマルチリンガルの大学院生が学生の相談に応じています。フローは7週間にわたる1タームの授業で、英語で論理的なディスカッションができるよう、スピーキング力を鍛えることを目標としています。ALESS、ALESA で培われた英語力を補完的に強化するための授業となっています。それでは、ALESS、ALESA、フロー、それぞれの授業の特色と学生支援のための施設について、これから具体的にご紹介していきたいと思います。皆さん、こんにちは。これから東京大学1年生の英語能力を高まるために、英語で行われる3つの必修科目、ALESS、ALESA、FLOW というプログラムを紹介いたします。私はそのプログラムを教えている教員の一人であり、Pulido Jesús と申します。よろしくお願いします。では、まず、ALESS と ALESA をご説明します。ALESS と ALESA は、1学期に
13週間で行うコースです。ALESS プログラムは理系の1年生が受講します。ALESS の授業では学生たちが少人数グループで研究テーマを決め、先行文献を調べてからオリジナルな実験を行った上、自分の研究について英語での論文を書いたり、コート発表をしたりします。ALESA プログラムは文系の1年生が受講します。文系の1年生はALESAで自分で決めた研究テーマの先行文献を調査し、英語で論文を書いたり、コート発表をしたりします。ローは理系と文系のどちらの学生も有効するコースです。フローは1ターム、つまり7週間のコースで、英語レベル別のクラスに分かれて行われます。フローは英語コミュニケーションクラスですから、授業の内容としては、英語でのディスカッション、ディベート、プレゼンテーションなどをします。詳しくは、ALESS、ALESA、FLOW を下記のウェブサイトでぜひ検索してみてください。さて、先に話したアクティブ・ラーニングというのは何でしょうか？それは学生自身が自発的に学習に取り組み、独立した学ぶ力を育てることです。例えば、学生が興味ある研究テーマを決め、自分で先行研究を調べたり、答えを探したりします。そして、クラスメート同士でディスカッションしたり、お互いに助け合いながら学習を活かすアクティビティもします。もちろん、教員たちがそのプロセスを全面的にサポートします。ALESS、ALESA、FLOW の教員は29人います。出身国は14カ国にわたり、話せる言語は合計10カ国語で、バイリンガルやトライリンガルの先生、つまり2つや3つの言語を喋れる先生がいて、様々な学習分野を専攻する博士たちの先生です。教員たちの母語は様々、そして研究の世界で共通語としての英語で研究をしたり、国際学会で発表したり、論文を出版したりします。さて、授業は英語で受けるのがとても大変かもしれませんが、様々なサポートが充実しています。英語全般のサポートは、駒場アカデミックライティングセンターで、ALESS 実験のサポートは、ALESS ラブで、それぞれ大学院生の先輩が相談に乗ったり、プレゼンテーションのリハーサルや論文のアドバイスをしたりしてくれます。では、ALESS ラボのダイレクターから詳しく聞いてみましょう。皆さん、ALESS プログラムの副委員長、ダイアナ・カルティカです。これから理系の ALESS 学生の簡単な実験を支援する施設、ALESS ラボについて紹介します。ラボについて詳しく調べたい方は、QR コードを読み取り、ALESS ラボのウェブサイトにつなげます。駒場アカデミックライティングセンターの英語部門長としても務めております。このセンターでは、
皆様のライティングプロセスも全般的に支援します。後ほど紹介されます。さて、アレスラボでは、駒場キャンパスの1号館の1階にあり、毎学期の開始時間がウェブサイトに更新します。アレスラボは、理系のアレス学生を支援するために作られ、理系のアレス学生のアカデミックライティングプロジェクトにおける簡単な実験を支援するため、様々な機材や道具があります。また、ラボには、教員のマネージャーと大学院生の TA たちが皆様を支援します。アカデミックライティングプロジェクトには、実験の種類が主に4つあります。ウェットプロジェクト、アンケート調査、観察調査とデータベース調査です。アレスラボはそれぞれの実験を支援します。科学研究の主な流れはこのようにまとめられます。まず、画面の左から皆様は担当教員の指導の下で自分のテーマを決めます。それから、Research Question と仮説を立て、自分の行った調査で仮説を検証していきます。次に、自分で決めた実験方法がいかに仮説を検証できるかどうかというプロセスに、担当教員とともに ALESS ラボが支援します。結果が出た段階、データ分析と解釈の支援をします。科学研究のアカデミックライティングプロセスはこの通りです。理系のアカデミックライティングは IMRET 方式で執筆します。ライティングプロセスは早い段階からフィードバックをもらいながら重ねて書いていくことをお勧めします。1、Introduction。2、Methods。3、結果。4、考察などについて、ALESS ラボの TA たちがアカデミックライティングセンターの TA たちと二人三脚で皆様を支援します。以上、ALESS ラボの支援について紹介しました。次、皆様のアカデミックライティングプロジェクトにも不可欠な駒場アカデミックライティングセンターの支援について紹介します。こんにちは。駒場アカデミックライティングセンターの日常業務を担当するコードフェリックスです。ライティングセンターについて紹介したいと思います。ライティングセンターには日本語部門、初年次ゼミ部門などいろんな部門があります。皆さんが入学したら、特に利用される英語部門では、ALESA、そしてフローを履修する学生をサポートしています。ライティングセンターは15館1階103号室にあります。室内の様子をお見せします。どうですか？センターはアットホームで開く窓から日光が差し込んだ明るいです。作業スペースは複数あって、個室のようなブースや、五角形の大きなテーブルもあり、モニターなどの機器もあります。今学期はもう終わりますので、静かで人はいないんですが、塾が行われている学期期間中はとても賑やかな学びの場になります。学生はもちろん、チューターもたくさんいます。英語部門では、ライティングをサポートする20年以上のチューターがいます。チューターは東京大学の修士課程と博士課程の大学院生の先輩で、アカデミックライティングが得意な日本人学生やいろんな国から来ている留学生がいます。チューターの中には実際にALESAフローを履修していた参加も多くいます。皆さんの苦労を分かっています。ライティングセンターではALESAの英語の課題、論文についての相談ができます。チューターと1対1、対面でもオンラインでもトピックやテーマ、資料の検索方法、イントロダクションの書き方、構成、表現、引用など、いろいろな過程で出てくる疑問や困りごとなどについて相談ができます。
そして、フローのサポートとしてチューターとプレゼンやスピーキングの練習などができます。また、ランチタイムチャットも行っています。ランチタイムチャットでは、平日毎日3、4年生の留学生とどんな課題についても自由に英語で会話することができます。現在、グローバル化が進む中で英語を身につけることは大切ですが、英会話を練習する機会はあまりありませんので、ぜひ気軽に参加してみてください。ライティングセンターは何度でも利用でき、効率的に課題を進めることができます。そして、ライティングセンターでは、自律的な書き手を育てる場所です。そのため、ライティングセンターは皆さんが一人でもより良い論文を一筆できるよう、一方的な添削ではなく、書き手との対話を通じたサポートを行っています。ぜひ、入学したら、ライティングセンターを何度でも利用してください。お願いします。Hello, my name is Ayato Maie. My project is a problem in bass guitar onset detection from band music audio. Audio extracting interferes with an onset detector. Suppose you are a member of a cover band. How to cover songs? Generally, there are two ways: buying musical sheets or playing by ear. Playing by ear means that listening to music and estimating how the instrument is played in a song by yourself. However, buying sheets costs money, and sheets of only major songs are commercially available. Playing by ear is a time-consuming task, and it needs ability. So, both ways have problems. But don't give up. Possibly, there is an alternative way. That's automatic music transcription, AMT. AMT is a computer task which infers notes played by a musical instrument from raw audio. But is it possible? To identify a musical note, AMT system needs to detect a note's beginning, ending, pitch, and velocity. In this study, a method of a note's beginning detection was investigated. A note's beginning is also called an onset. In addition, a musical band generally has many instruments, such as guitar, bass guitar, keyboard, and drums, but this study focused on bass guitar. In earlier study, an onset detector for solo audio was proposed. However, this cannot be applied for band music audio. So, how bass guitar onsets in band music audio can be detected? In this study, a new machine learning pipeline which detects onsets from band music audio was constructed. The pipeline consisted of an audio extractor and an onset detector. As an audio extractor, a pre-trained deep learning model of DMAX V3 was used. DMAX V3 extracts audio of a bass guitar from band music audio. As an onset detector, a deep learning model for solo audio, which was introduced right now, was trained and used. This detected onsets from auto-extracted bass guitar audio. To assess the performance of the new pipeline, a comparative experiment was conducted. The onset detector in the new pipeline was trained, and bass guitar onsets were detected from band music audio. Likewise, the onset detector in the existing model was trained, and bass guitar onsets were detected from solo audio. Then, the two detection results were compared. To train and evaluate a deep learning system, a dataset is needed. In this experiment, MUSDB18 dataset was used. MUSDB18 dataset contains band music audio,
and bass guitar solo audio. Among songs provided in MUSDB18 dataset, 11 songs were used. First, bass guitar audio was extracted from band music audio in MUSDB18 dataset by the audio extractor. Second, a list of onset times was made from bass guitar solo audio manually by me. Then, auto-extracted bass guitar audio and a list of onset times were paired up. Let's call this pairs auto-extracted dataset. The onset detector in the new pipeline was trained and evaluated on this dataset. Also, bass guitar solo audio and a list of onset times were paired up. Let's call this pairs solo dataset. The onset detector in the existing model was trained and evaluated on this dataset. Among 11 songs, 9 songs were used for training, and the rest 2 songs were used for evaluation. As an evaluation metric, F1 score was used. F1 score was defined as UC. True positive, TP is the amount of onsets correctly detected. False negative, FN, is the amount of times which correctly detected as not having any onsets. False positive is the amount of times which is not correctly detected as an onset. F1 score's definition is maybe very difficult to understand, but the only thing you need to know is that the higher, the better. If the F1 score is high, the model is better. Let's look at the results. On solo dataset, the F1 score of the onset detector was 51.4%. On auto-extracted dataset, the F1 score of the onset detector was 48.3%. The F1 score of the onset detector trained on auto-extracted dataset was lower than the F1 score of the onset detector trained on solo dataset by 3.1%. This means the onset detector performed worse on auto-extracted dataset than solo dataset. This performance decline suggests that the extracting step worsened the performance of the onset detector. There are 2 possible reasons. First, the audio extractor might not be able to extract the bass guitar audio perfectly. The audio of other instruments might not be muted enough. In addition, the audio of bass guitar might be mistakenly muted. Second, the onset detector was perhaps not suited for the extracted bass guitar audio. The structure of the onset detector, which was used in the experiment, was originally designed for solo bass guitar audio, so other structure is possibly appropriate for auto-extracted bass guitar audio. Therefore, to detect bass guitar onsets from band music audio as accurately as from solo bass guitar audio, the audio extractor and the onset detector need to be redesigned for this purpose. Thank you. Hi everyone, my name is Marina Kimura and I'm going to be starting my presentation on the ALESA course. So I'm going to be talking about my paper topic and then the structure of my essay and lastly my opinion on the ALESA course. So my paper topic was America should impose tougher gun control. And the reasons why I was interested in this topic was that it is politically polarizing and contradicting. So for example, the progressive and the conservatives have a major disagreement about whether to impose tougher gun control or not. And I feel like there's always a huge public outcry every time after there's been a mass shooting in the country. And also, the historical context of this topic was very complicated, as the right for the American people to own guns, in a specific term, bear arms, is cemented in the Second Amendment of the United States Constitution. So it makes a cemented constitutional right for American people to own guns. And lastly, I felt like
it disproportionately affected minorities in a negative way. For example, like people of color, the guns are used with racial discriminatory intent, and so it oftentimes turns into a hate crime with having no to ineffective gun control. So the structure of my essay was that I had one introduction paragraph, I had 4 arguing points, and I also had conclusion paragraph in the very last. And as I was writing this essay, I looked for resources such as articles and academic journals online. A lot of my peers also used library in Komaba, but I preferred looking at online, and I garnered all the data I needed to prove my points. And the first point I employed was the Second Amendment right and its limitation. So gun restriction opponents say that gun access is unconstitutional, as I said, that it is cemented in the Second Amendment of the Constitution. But I employed 2 points to counter-argue this argument, and one was the harms principle. And it is something that if you end up infringing others' right by exercising your right, then your right can rightfully be restricted. And I also used past court rulings that allowed various forms of limitations on guns. And these are the 2 specific cases that I've used in my essay. And the second point I used was bringing safety to society. So again, gun limitation opponents say that gun ownership as means of self-protection increases, the safety of the community and society also increase. But I found a lot of contradicting data that actually goes against with the opponent's claim. As for example, like as the gun ownership increases, gun violence decrease, or with states with stricter gun laws have less gun crime rates and data like that. And the third point I used was saving more lives of minorities. For example, minors, like children, guns are used in a lot of times teen suicides, and also little kids, a lot of them die by gun accidents in their household. And for women, guns are oftentimes used in a domestic violence, which kills actually 5 women every day in the United States, and I think it's very tragic. And for people of color, as I mentioned earlier, guns with little to non-effective restrictions could be used in hate crimes. And the fourth point I argued was failed alternatives to gun access control. And there could be alternative ways to limit gun access other than imposing limitation to gun access itself. For example, like network. This is basically imposed in schools, like teachers and parents. They have a network that kind of censor red flags in their students. And there's also a database that kind of monitors, for example, like social media engagements that are very concerning. And there's also mental health programs in school to take care of the students' health. But this actually proved to not be effective, as there were 2 mass school shootings 20 years apart, which both killed more than 10 to 20 lives. And the fact that, and it really shows that these alternative ways weren't really effective. And lastly, I'm going to tell you my opinions on the ALESA course. And I felt like this course helped me in 2 ways. One is practical and 2 is confidence. So firstly, practical, it really did improve my research skills, as I was just going through a lot of web pages, journals, articles, trying to find data. And also, obviously, it improved my writing and reading skills, as I was writing many versions of my essays and reading a lot of articles. And I feel like I also improved a lot in my citation skills. I've never really learned specifically about how to cite the work properly, and I feel like it was my first time learning citation skills in this course, so it really did help me with that skill.
And also in terms of confidence, I feel like this was something entirely new for all of us because we may have learned grammars and vocabularies in high school English education, but we've never wrote this much of a lengthy English paper in the past. So I felt like accomplishing something very new really did boost our self-confidence. And this will be it for my presentation, and thanks for listening.